フィードバック募集ね。答えてみますか。これがマーフィー・カーリーの専用武装についてどう思われますか。なんでこの3キャラなんでしょうね。問題がちょっとあるか。3つの専用武装はどのようなパフォーマンスでしたか。武装強化したくなるキャラか、編成に影響はあったか教えてください。じゃあまずクレカからいきますか。どの武装レベルでも無駄のない優れた強化だと感じる。もともと所持している挑発スキルと武装による耐久力強化の噛み合いが素晴らしく、武装30で攻撃速度を犠牲に一発あたりが重たくなるといった点もアダムの反撃スキルと相性がよく美しい。キンバリとタイマンになった時、バトルスキルを平気な顔して耐えるのはちょっとやりすぎな気もしなくはないが、ロケラン使いにとって非常に頼もしい専用武装キャラである。費用対効果10点満点中8点。編成への影響、盾役としての役割が強化され、アタッカーの攻撃を受け止める配置がさらに強くなりました。続いてマーフィー。汎用性の高いパッシブスキルとロケランへの強力な対抗策であるバトルスキルのレベル上限が上がるといった時点で武装は強い。それだけでも武装強化をしたくなるキャラである。武装1、10、30で得られる遮断の効果は、スキルの入手で突然変化を感じるものではないが、味方の耐久力を向上させるスキルが弱いはずがない。ロケランに勝ちたい航空の人は育てるべきだし、装備リソースに乏しい無課金の人も育てるべき。シーズン3以降、アダスカ戦車で航空機を倒したい戦車の人も育てるべき。戦闘が長引くほど恩恵が大きくなるので、アダム、ルシウスと一緒に使うとその効果は絶大である。投資対効果は10点満点中9点。編成への影響は汎用性がものすごく高く、課金度合いを問わず有用なので、どの編成でも入るといった余地があります。逆に言うと、どこでもマーフィーが登場してくるので、編成が固定化されてしまうといった側面も持ち合わせています。続いてカーリー。武装30のスキルが修正され、最大の問題点であったスキル発動タイミング、これは改善されました。しかし、そもそもカーリーが活躍しにくい環境がシーズン6近くまで続くため、武装強化のモチベーションは上がりません。カーリー登場後のシーズン3からシーズン5では、スカーレットとアダムが編成された戦車部隊のパフォーマンスが高く、その対抗策として同時期登場のマーフィー専用武装を強化した方が航空編成にとってはメリットが大きい。また、マーフィーを航空に編成しておくと、同じ航空機、天敵のロケランとの戦闘でも役に立つが、カーリーはこれらの部隊に強みがないので、ぶっちゃけマーフィーの介護官となっている。ただ、シーズン6の終盤にもなってくると、すべての武装がフル強化された5体戦車、またはルシウス編成の戦車の活躍機会が増え、これはカーリーにとっては追い風である。特に武装マーシャルの対面に配置するといった対応ができれば高いパフォーマンスを発揮します。また、対モンスター戦闘においてはゾンビ兄貴や世界遠征など一部のシーンでカーリーは活躍します。武装が揃った環境であれば特定の場面で活躍するカーリーだが、周りより早い段階で武装を強化していくような課金プレイヤーにとっては、ピーキーな性能のカーリーを育成するよりもロケラン部隊の育成にリソースを割いた方が有益だというのが現状である。課金パックの制限によって武装かけらが手に入りにくくなってからは、特にそもそもカーリーのいる航空を育てないといった判断が合理的な決断となっていると感じます。カーリーを育てるという判断を一つ取ってしまったがために、他のロケランや航空機たちよりも育成が後手に回ってしまうというのは悲しいかな現実だと思います。投資対効果は10点満点中1点。強化はされたものの全キャラの中で一番育てたくないキャラであるのは間違いないです。編成への影響ですが、ここまで来ると逆に諦めがつくので、そういった意味では編成に影響を大きく及ぼしていると言えます。続いて戦術カードについてですね。3つの兵種向けカードは実戦でどのように機能していましたか。シーズン6で登場した戦車、航空、ロケラン専用のカードですね。
戦車は攻撃力の最も高いキャラの会心率アップ。航空は攻撃速度の上昇とよだめアップ。ロケランはスリップダメージ強化と攻撃アップといった内容でした。ワンシーズン使ってみましたが、ぶっちゃけどれくらい強くなってるかよくわかりません。効果内容的にはいずれのカードも有用だと感じます。どのカード、あるいはどの組み合わせが必須級になり、逆にほとんど使われないものはどれですか？1軍の兵士のカードは1枚つけるとして、もう1枚は汎用相性逆転を装備します。この2種は必須ですね。逆に連勝系、防衛系のカードは 95% 以上のプレイヤーにとって旨味が小さいと思います。活用の余地がありません。連勝するためには非常に高い戦力が必要ですし、防衛系は使えるシーンはなくはないんですけど、1時間近くは最低ある世界マップでの戦闘で、防衛系のカードは効果時間がちょっと物足りないなと感じるシーンが多いです。そんなことより、いつでもどこでも役立ちやすい行軍系のカード、またはエンジニアの場合、解体に役立つ破壊値増加系のカードが有用だなと感じます。世界マップでの戦闘では、アクティブ率と場所取りが全てと言っても過言ではなく、戦術カードに場所取りでの戦略をひっくり返すほどのインパクトはないなと感じます。ただ、カードのあり方としては、むしろその程度でいいんじゃないかなとも思っています。今後、どのような種類のカードや効果が追加されてほしいですか？いいですね。こういうの考えるのは楽しいですね。編成の幅が広がるカードが欲しいなと思います。今はほぼ選択肢に入りにくい3-2の編成や UR 昇格英雄たちが強くなるようなカードがあると、いろいろな編成が作れて面白そうだと思います。ちょっと別の視点として、任意の UR 昇格キャラのバトルスキルを他のキャラが発動できるカードとか、例えば装備しておくことによって1スキル目に特定の1キャラがメイソンのバトルスキルを打つとか、そんなことができると使用率の低い UR 昇格キャラや SSR のキャラたちのスキルで戦うことができるので、それはそれで面白いかなと思います。世界遠征における戦略的な体験についてどう思われますか？編成やバフを工夫する余地がたくさんあって、全体的には良かったと感じています。戦術カードボーナスに関しては、58から60のボーナスの獲得がカード運次第になったのがちょっと残念ではありましたが、カードパックを開封すること以外でランダム効果の再抽選、または好みのランダム効果を別のカードに引き継ぐみたいなカードの育成要素があると嬉しいです。エリアごとの特設バフというのもついていましたけど、正直ほとんど気にすることはなかったです。世界遠征に関しては学生入れ替えもやってきたので、注文はそこまでないですね。はい、というわけでこんな感じで運営に送ってみますかね。皆さんもマクレガー、マーフィー、カーリー、そして戦術カードや世界遠征に関してご意見ありましたら、バグを報告したら一瞬で修正されることで定評のあるとチャンネルのコメントまでお寄せください。この動画良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ運営に物申したそうな方にこちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。以前キンバリーの声が変わっているという話をしたら、どうやら他のキャラも変わってると教えてもらいました。確認したところ、スカーレット、ベノム、ケイジ、エルサ、ファハド、リチャード、ガンプ、ロキ、アルバードといったレアリティの低いキャラたちがごっそり変わっていましたね。ラスト1は2023年夏リリースで、もう3年近くになるので、おそらく権利関係でしょうね。せっかくボイスもリニューアルしたんですから、何か彼らにも使い道があるといいですよね。合体とかどうですか？